ときめく頑張るフォーチュンセラピスト言霊ライティングコンサルタントのここりです。ミラクル見習い中のなぎさです。はい、今日はセルフイメージについてお話していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回かな、数字のミラクルの話をしていたときに、ココリさんがセルフイメージの話少ししました。7のゾロ目の時に、ココリさんがセルフイメージを整えていれば直感がこう来た時にスッとそれを受け入れやすくなるみたいな話をしてくださいましたよね。それでそうだ、ココリさんっていつもセルフイメージ大事ってすごく、なんか断るごとに言ってくださる。でそれを私も結構意識して日々、暮らしてるというか、自分のセルフイメージが整ってるかなっていうことを少し考えるようになりました。自分の魂とか心とか体とかいろんなことを整えていく上でのベースっていうのはセルフイメージなのかなって私は理解してるんですけど、今日はココリさんの方からそんな、セルフイメージ、大事だよっていうのをちょっと改めて聞いてみたいと思うんですけど、ミラクルときめく。まずそのセルフイメージっていうのを私たち知らない間に自分の中に幼い時から作り上げてきているっていうことが実はあるんですよね。そうか。周りのからの目とかそういうことですか？そう、周りの目もあるし、周りから期待されている、あるいはしつけられている、教育されてきた、そういうことからの、いわゆる言葉からのメッセージもあるし、表情とかその背景、育った背景の文化とか、そういったものからこうあるべきとか、こうでないと許されない、こうでないと褒めてもらえないみたいな。でこうだったらいい子って言われる。そうですよね。私最近赤ちゃんに、お母さんを優しく触れるための、講座をちょっとやらせていただいたりしてるんですけど、単にねこの赤ちゃんに触りましょうっていうだけのことを教えていても、セルフイメージを多分、ちょっとじゃあ肩ずっと撫でてみましょうねっていう話をした時に、なんか汚れてんのかなみたいなお祓いかなみたいな、ペッペみたいなことをする方すごく多いのがすごく気になってて、ちょっとびっくりです。だから、いやもっとこう優しく、なんかこうなでなでして、こう自分の愛情とか優しさを表現するような触り方をすると、信頼関係が生まれるよとか、そういう話をねしたりすることあるんですけど、そういうこともすごくこう小さなことかもしれませんけど、そうですね、あると思いますね。年々と積み重なってきてますよね。そうですね。特にそのスキンシップに関してはやっぱり子供は基本的に触ってもらうことで安心感をね覚えるし、脳の発達にもね影響してると言いますよね。なので触ってもらえる、そばにこう寄ってもらって抱きしめてもらえるようにするためには、自分はどうしたらいいのかみたいなことを子供なりに考えたり、そしてまた親からの無言のこのオーダーを受けて、そのように振る舞うことでご褒美としてのハグがもらえるとかで、その中で本当の自分っていうものが少しずつ押し殺されていくってこともあるわけですよね。そうですね。いい子にしてなきゃいけないんだとか、そういうことですね。で、親御さんがこの子の本当の姿を自分が引き出そうとか、でその子の本当の姿を自分も見たいと思って子育てされてたり、そういう文化背景で育てられてる方は、そもそもセルフイメージが割と整ってることって多いんですね。なるほど。その親御さんのセルフイメージ、親御さんもセルフイメージは整ってるし、子供のセルフイメージもそのまま立ち上がってくるので、操作されることがそんなにはないわけです。ただやっぱり悲しいかな、親子関係だけ、家族関係だけの間柄まだそれでいいでしょうけれども、学校に行くようになったりすると、学校には学校のちゃんとした生徒、子供のイメージを植え付けられていこうとしますから。そうですよね。そこでまたいい子悪い子のジャッジを自分の中でもしてくるし、先生に褒められる子褒められない子っていうことも出てくる。子供同士の中でもありますよね。こうなんかこう
ちょっとマウンティングじゃないですけど、そうですね。やっぱり人間関係だから、はい、大人からの評価もあるし、子供同士でのなんか、そうあれか、すごいそう考えた複雑な話に本当になそうなんです。りますね。まさにまさに。なのでそのマウンティングのカルチャーはもう今大人女子の中でも相当な問題にも実はなっているはずなんですけれども、そうやって自分の評価、自分の価値を他人に預けてしまうっていうことが当たり前の世の中で私たちちょっと生きてしまっているところがあるんですね。でもこれを当たり前だと思ってしまったら、運を落とすんです。結果運が悪くなっちゃうっていうそうなんですよ。本当にもったいないことで、もうこれは運命学っていうものを私が研究している中でセルフイメージの大切さ、そしてそのセルフイメージを社会が、まあ無意識なのか有意識なのかともかく操作してきている、その中に私たちは生きてきているっていうことも分かっておいた方がいいんです。まあ、そういうバックグラウンドをちょっと分かっていつつ、じゃあ自分はどうするかっていうことを考えていくっていうことですね。なので今自分のことはあまり好きじゃない、愛せない、いつも誰かの評価が気になる、でその評価があって初めて自分を受け入れられる、っていう毎日を送っている方は、おそらく息苦しい、辛い、寂しい、悲しいっていう思いにとらわれがちなはずなんですね。それは自分で自分のことを受け入れられないので、非常にこう不安定な毎日を送ってしまう。そうですよね。私はほら体の面から言うと、一言で言うとドーパミン依存症みたいなことを言うことが多いんですけど、やっぱりその自分の快感がその人から褒められることだったりとか、自分の価値をなんか人と比べて成果が出てるかどうかとか、そういうことで測ってて、でそのドーパミンがやっぱり増えすぎちゃうと今度セロトニンっていう自分で自発的にこう心地よいと感じたり、幸せだなって感じたりする神経伝達物質ですね、良くなってしまうらしいんですよね。でそのセロトニンが減ると、うつ病を発症しやすくなると言いますよね。そうですね。でこのうつ病というのがやはりセルフイメージの低さと、もう本当に分かちがたく結びついてしまっている。自己愛が高い方、これは自分を好きすぎてわがまま放題になる方とはまたちょっと別の話なんですが、少なくとも自分のことを大好きって言える方がうつ病の方にこう発想が行きやすくなるってことは、やっぱりこのセロトニンの話から見ても考えづらいんですよね。そして周りからも実は認められやすくなる。そうですね。基本的にセルフイメージが低い方は、周りが認めてくれれば自分のセルフイメージも上がるっていう風に、外の世界ありきなんですね。でその後自分が上げられるかどうかみたいな発想になりがちなんですが、本当は逆なんですね。そうですよね。自分で自分のことをね、認められないって多いですね。そういう方。多いんですよ。本当に本当に多くて、でもそれを気づいていただいて、そうか、まず自分を愛せれば大丈夫なんだと。これから先たくさんいいことも起きるし、愛する人とも出会えて楽しくやっていけるみたいなことが信じられるし、本当にそうなっていくんですよね。そのセルフイメージをじゃあ整えましょうってなった時にできることって何かありますか？そうですね。まず自分にかける言葉を変える。言霊。そうですね。言葉大事ですね。言葉大事ですね。言葉から思考も変わっていくっていう感じですか？もちろんそうです。そうです。私たち思考を言葉でしていることが多いですよね。そうです。頭の中で喋ってます。もうみんなセルフトークすごいですよね。こっちの人が喋ってこっちの人が喋ってみたいなね。すごいそうなんですよね。で、おすすめなのは自分の中にたくさん自分を持つってことでもあるんです。どういうこと？多重人格みたいなことってこと？そうですね。視点をたくさん持つってことです。
こっからそう見て、こいるっちからも見てそうそうみたいな。そうですそうです。カメラアングルみたいなあことですね。まさにそういうことですね。そういうことなので、はい。その上から見ている自分もいれば下から見上げている自分もいるっていう。この人はおじいさんとかこの人は子供とか、そうですね、子供時8代の歳ぐらいとか私とかね。あで横から見ている自分がいる。でそれはそれぞれいわゆるキャラが違うと思ってみるといいんですね。そっか。もう一人の自分、上から見ている自分と下から自分を見上げている自分ではキャラが違うと思う。でさらに年老いた時の私とか、そしてもし男だった時の私とか、そして友達から見た私とか、先輩から見た私、後輩から見た私とか、これは架空の人物でもいいわけなんですけれども、自分そう自分なんです。あでその自分を自分がどう見てどんな言葉をかけたいかっていうことをやってみると、不思議なことに自分ってダメだなとか、私ってなんでいつもこうなんだろうとか、そういう愚痴のような言葉が出てこなくなるんです。あ、そうなんですか。はい。結構意外な感じする。なんか自分と喋ってると、自分ってダメだよねっていう、なんかこう、どこから見てもなんか、なんだろう。でも、ちょっとね、違う視点だからなのかな。そうなんです、そうなんです。もう一人の自分が、はい。キャラが違うという設定で見ると、必ずしも同じ価値観で見なくなるんですね。さっき、今日何の服着ますって話してた時に、私はココリさんのプロデューサーとしてって言ってたんだけど、そういうやつですね。そういうことです。リアルに見ちゃった。そうやってる姿を。そうです、そうです。そうなんです。でも、まあそうですね。ビジネスとかでも俯瞰で見るといいよとか、視点を変えるといいよって話するし、あとライティング、SNS とかのライティング講座とか行っても大体そういう話ありますよね。そうですね。ここからの視点で見た方がいいですよとか。もう本当になので、違う視点で見る訓練がされてない方ってやっぱりちょっと難しいかもしれないんですけれども、その自分を自分じゃない人間のふりをして見るっていうことがどういうことなんだろう。そういう場合は誰かのビジョンを借りてもいいんですね。自分の知っている誰かをビジョンとして借りてきて、でもその方がじゃあ自分のことをどう言うだろう、今の自分を見てどう言うだろうっていうふうに考えてみる。であまりにもセルフイメージが低い方は、どんな人を持ってきても自分にダメ出しするんですね。私人と話してて、もう自分はダメだっていう話をすごいする人いるんですけど、なんかどんな角度からアドバイスしてもダメですね。そういう場合は。なんかそれを今思い出しましたけど。そうですね。これは自分が自分を引き上げる訓練をしないといけないっていうことにもなるんですけれども、人からどれだけあなたはすごく素敵だよと、こんなに才能もあるし、こんなに実績もあるじゃないかと言われても、それを自分が認めなかったら、それはなかったことと同じですよね。そうですね、まさに。そしてまたこういう場合もあります。セルフイメージの低い方は自分よりも圧倒的なレベルの方に認めてもらわないと自分で自分を認められない。じゃあ中途半端はダメなんだ。人だと勝手にその自分がその方を例えばせっかく褒めてくださってる方に対しても、無意識にジャッジしてしまっている場合があるわけですよね。そうするとさっきの渚さんの場合、その方が渚さんをジャッジしてるかどうかともかくとして、その方はどれだけの人が自分のことを認めたら自分のことを認められますかと質問したいわけなんですよ、私からすると。ココリさんがその場にいたらそう聞いてみたい。そうするとおそらくはそういうことあんまりわからないで、いやそんなことも考えたことも本当はないですっていう方もいらっしゃるはずで、そうするとじゃあ誰が褒めてもダメよねっていう。自分でやっぱり褒められるようにならないと自分のことをっていう。そうなんです。なので自分のちょっとした変化、ちょっとした努力をきちんと認めて受け入れて褒めてあげられないと、他人からもやっぱり認めてもらう機会はやってこない。なるほどね。でそれを認められないわけですからね、もうそもそもが。じゃあ一つは声、言葉を変えるっていうことと、一つは自分の視点を持つっていうこと。
まあ言葉、どんな言葉をかけたらいいのかって話はちょっとまた後で。そうですね、言霊の言霊の話をはい、の時でも。ただ一点だけ気はいをつけておくといいのは、やっぱりダメ出しをできるだけ控えるっていうことです。ああ、自分に対してついついしちゃいますけどね、ダメだしそうですね。反省しているつもりっていうのもあるとは思うんですけれども、もしそれをするのであれば、じゃあどうすれば次はいいと思うって自分に聞いた方がいいです。まあ前向きなそうですっていうね。ことそうでですすね。ね。ああ、でもなんかこう自分にダメ出ししてああって言ってその先考えられないっていう人もやっぱりいますいよね。ますよね。はい、そうですね。もうそこで思考停止する癖がついてしまってるっていうことなんですね。そうですね。で、こういう動画を見ていただいたときに、はいはい、あ、それ私かもって思ってくださったら、もうそこから変わります。なるほど。じゃあもう見ていただいてるだけで、もう自分を客観視してることになりますから。そうかそうか。まあなんとなくそういうところがあるんだなっていうのも気づいてらっしゃったりとかするかもしれないですもんね。そうですね。そうなんです、そうなんです。なので、そのもう一人の自分が自分を見てる瞬間を作るということが一つですね。あと、高すぎるセルフイメージも実は必要ないんですよね。なんか一時流行りましたよね。なんだっけ。ブログとかそういうので、もうとにかくキラキラみたいな。はい。すごく高いところに目標設定してる方とか、例えばなんかすごい高級ホテルにいつもこう泊まる自分みたいなのとか、すごい高級バッグをいっぱい持ってる自分みたいな想像しましょうみたいな、そういうなんかモチベーションの上げ方みたいなのをって一時期流行りませんでした？そうですね。SNS の世界で結構流行ってて、個人的にはなんだか懐かしいバブルの時代を思い出してたんですけど、そうすごいなんかバブリーな。でそれをまあ実際やってる方もいらっしゃったりしたから、すごいなって私ちょっと正直。そうですね。もちろん成功していらっしゃる方もおられてのそういう発信もあると思うんですね。そしてもう一つセルフイメージの側面で言うと、それがふさわしい方も中にはいらっしゃいます。なるほど。まあ自分では気づいてなかったかもしれないけど、いざやってみたらすごくうまくいったりとか、そういう方もありますしね。そうなんです。で、そういう方はもう自分の本当の真のセルフイメージと環境がバッチリ合ってますから、やはりそこはものすごく説得力があるので、憧れる方が増えるのもわかるんですね。けれどもみんながみんなそのセルフイメージを目指しても実はやっぱり意味がない。そうか。まあその人に合ったセルフイメージがあるっていうことですよね。以前ココリさんに言霊を使ったライティングセミナーを受けた時に、なんか自分が好きな本とか持ってきてくださいって言われたことがあるんですよ。CD とか。で、まあそれを見て自分の世界観を作ってから書き始めたりするといいよっておっしゃってました。すごく私しっくりきて、ありがとうございます。なんか背伸びとかじゃなくて自分の好きな世界観っていうのをなんか見つけましょうっていうことが、でそこに自分をこうチューニングしてから始めるといいよっていうのが、そうだ、確かにそうするとなんかブレないって思いました。そうですね。もうライティングにはその方のそれこそ発信してきた、もうね、小さい頃お絵描きから作文からで文章を書いてきた蓄積がありますよね。その蓄積に力を与えてくれた文章が必ず歴史としてありますよね。それを思い出せるだけ引き出してみると、その方本来のセルフイメージにふさわしい言葉選びってこともできるはずなんですね。そっかそっか。やっぱり好きなものとかっていうのは結構影響が大きい。大きいですね。でも素直に自分の好きなものを周りにこう並べといて生活したら、セルフイメージって実はそうなんです。整います。そうか、上げるんじゃなくて整うということですね。そうそう、上がりすぎてるのは下がるし、下がりすぎてるのは上がる。なるほど。そう、整うんですね。それは背伸びした状態でもないし、自分を低めてるものでもないから、これが私の世界なんだなっていうのを素直に認められて、でそこにいるのが私なんだっていうことが分かれば、そこから一歩外に出る冒険も自由だし、でその世界に浸るのも自由だし、でその出入り自由っていうのが大事なんですね。セルフイメージを整えるとすごく自分がなんか自由に楽しく
けれそうって今思いました。ぜひそうしていただきたいです。ミラクルチャンネルでは、まあ、セルフイメージを整えるためのいろんな、なんか手法とか、そうですね。そう知りたいです、私も。ぜひ。はい。で、私の方からもちょっと皆さんにお伝えしたいようなことがいろいろあったりするので、はい、そうですね。はい、そうですね。ぜひこれからセルフイメージの大切さ、いろんな角度からお伝えしていきたいと思いますので。はい、ではまた。さよなら。自分の五感をたっぷりと味わう、それがとても大切な星座です。なのであなたがもし自分自身を満たすということを最近してないなと思ったら、ぜひ美味しいものを食べたり、素敵なものを見たり、いい音楽を聴いたり、そしてまた面白い舞台を見に行ったりと、そういう自分を癒したり、満足させるような楽しく美しく面白いことに時間を割いてみてください。そうするときっと新しい自分、そして本来の自分を発見できるはずです。最後まで見てくださって本当にありがとうございました。この動画が良かった、ときめいた、深まったという方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。